どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は、Xiaomi からですね、新しく登場します。Xiaomi 14T Pro ですね。14T シリーズ出るんですけども、こちら、先行してお借りして使ってみたので、だいたい2週間ぐらいですかね。レビューしていきたいかなと思います。結論から言うと、かなり完成度高いです。かなり良かったので、普段は iPhone とか使ってレビューとかねしてるので、iPhone 16とかの簡単に比較とかもしたいかなと思っております。今回、例えばフェリカっていうものを、お財布携帯搭載したりとか、いやー、ちょっと見ていきましょうか。Xiaomi がね、本気を出してきました。以前から僕14ウルトラ使ってるんですが、どういったスマートフォンなのかなっていうのを、公式サイトがね、すごい見やすいので、一緒に見ながら、解説してですね、後ほどデザインとか全部ね、見ていきますので、ぜひチェックしてもらえばなと思います。はい。こちらがですね、Xiaomi 14T Pro かな ?14 っていう、もう一つ標準のモデルもあるんですけども、昼も夜も心躍る撮影体験ということで、今回、ライカと共同開発のカメラが入っております。Xiaomi の14ウルトラっていうのが、出てはいるんですが、ズミルックスだったかなライカのこの光学レンズっていうのが、3つですね、カメラが入ってたりとか、イメージセンサー入っております。メディアティックのディメンシティ9300プラスっていうね、ベンチマークとか測ってみたんですけど、かなか性能の高いものが入ってたりとか、AI とかね、滑らかなディスプレイとかも入っております。144Hz とかね、高速充電とかも入ってますね。で、今回ワイヤレス充電も入ってます。で、いろいろね、特典とかあるんですけども、見てもらうとわかるんですけど、このデザインがですね、非常に美しいものになっております。薄いんだけどね、思ったよりね、はい、洗練されたこのデザインがね、なかなかいい感じなんですね。チタングレーと、カラーとしてはチタンブルーと、チタンブラック。で、今回お借りしたのはチタンブラックになります。個人的にはチタングレーとかも全部、見たんですけど、発表会で。個人的にはチタングレーが好み。はい。ちょっとチタンっていう名前は使われてるんですけども、チタンは使われてなくて、アルミニウム合金になってるんで、ここだけちょっと注意ですかね。耐性ありますよっていうところで、割と薄めになってるかなと思います。で、ベゼルですね。画面の占有率っていうのが、ほぼほぼ93%。かなりダイナミックな臨場感ある画面に仕上がってるんじゃないかなと。特にね、写真ですよ。ここに関してやっぱもう iPhone とはもう比べ物にならない。正直圧勝かなっていう感じはあります。4T シリーズでは、暗所。特に夜のね、写真がね、めちゃくちゃ良かったです。後ほど見ますけど、作例は。マスターピースの誕生。すご。カメラは、3つついてます。メインカメラが 23mm ですかね。5000万画素になっておりまして、サブが下側だね。望遠カメラ。こちらも5000万画素。F2.0。F 値ね。で、15mm の超広角カメラ。こちらは1200万画素になってまして、14ウルトラとかと比べると、若干やっぱ望遠とかは差別化されてます。はい。ただメインカメラとか基本的には一緒なんじゃないかなと思いますけどね。だった感じは。で、ライカと共同開発したこのレンズが使われてますので、色味とかやっぱり解像度とか、雰囲気とかね、めっちゃいいです。質感が。例えばなんだけど、夜が、やっぱすごいいいんですよね。夜のこの、顔の表現とか解像度とか光が結構潰れたりね、明るいとこ潰れたりするんですけど、そういうのがかなり抑えられておりました。はい。ライトフュージョン900かな。Xiaomi 独自のこのイメージセンサーが入ってます。めっちゃ綺麗、とりあえず。レンズ3つで、焦点距離が5つあります。なんで、価格もいっちゃうとほぼほぼ iPhone16 よりも安いんですけど、それでも、こんだけ取ります。1倍、2倍、2.6 倍、5倍、あと 0.6 倍か。ほぼiPhone でいうプロモデルみたいな仕様にはなってるかなと思いますね。はい。テクノロジーも入ってかなりですね、この写真とかが綺麗。で、ライカのもちろんこの透かしというかね、これも入れられます。非常にいいよね。で、ポートレートがね、めっちゃ綺麗。僕、ポートレート好きなんですけど、撮るのね。結構ね、これ持ってるんじゃないかと思うかもしれないですけど、マジでこんな感じで撮れますからね。結構簡単にしかも。はい。マスターポートレートとかね、ボケ感とかも変えられたりしますんで、ライカスタイルね。で、結構フィルターがね、ライカのやつがあるんで、白黒にしたりとかね、ナチュラルな感じにしたりとか、エモい感じに結構なります。はい。動画もね、で、このムービーモードがね、映画モードっていうのがあるんですけども、これね、結構すごい。めっちゃ綺麗。で、あとマスターシネマね。なんであとログ撮影とかもできますね。後から色味を加える。プロが使うようなやつも使えたりする。監督モードもありますけど。で、あとこのディメンシティ9300プラスっていうのが、かなりですね、高性能な
チップになってます。ほぼ本当にフラグシップっていうか、一番ハイエンドなスマートフォンとほぼ変わんないような性能にはなってるんじゃないかなと思います。ちょっとこの冷却システムが入ってたりとか、で AI に関しては、今一応これから使えるみたいな感じかな。でもジェミニは使えますね。普通にね。なので、あとこの、なんていうのこういう検索は普通に使えるんで、カゴって検索とかね、使えるんですよ。ジェミニも普通起動できたりとか。これね、めっちゃ便利なんだよ。はい。ジェミニも、電源ボタンを押すと、はい、今起動してるけど、怒られたけど、ジェミニもさっとね、電源ボタン長押しで起動できたりとか。これめっちゃ便利です、正直。はい。サークルトゥサーチね。カゴって検索も、さっきと同じ感じで、この下の部分を押すとできますね。はい。出てきます。これ、すごい便利なんですね。AI はこれからっていう感じはしますかね、正直ね。ざっくりとした画面めっちゃ綺麗です、正直。144Hz かね、最大。1.5K の解像度かね。で、画面サイズは 6.67 インチなんで、ほぼ 6.7 インチぐらいになってますかね。ピーク輝度が4000ニト。めっちゃ明るい。一応ハイパーチャージとか、充電速度速かったりとか、バッテリー容量も十分、あるかなっていう感じ。バッテリー持ちはまあかなところはあるんですけども、はい。もちろん防水とかね、ティトモスとか、いろいろ入ってるんですが、でもざっくりとした内容でございまして、一旦デザインをですね、見ていきたいかなと思います。よいしょ。はい。こちらがXiaomi 14T Pro、14T Pro かな。T Pro みたいなね、感じなんですけど、カメラがね、四角い、三眼ですね。の4つ見えるんですけど、1個はこれ、LED になってます。ブラックかな。若干なんていうか光沢感あるような素材で、後ろがね、これなんかあんまり触ったことないような、マットですごいいい触り心地になってます。で、側面は、アルミ合金になってますので、iPhone みたいな感じがする。はい。で、下 USB-C でスピーカーがついてますかね。で、あと SIM カードスロットも確か、あるはず。Xiaomi のロゴがかなり、さりげなくですね、で画面サイズが、6.67 インチかなになってますので、いや綺麗ね。で認証方法としては、指紋認証、画面内指紋認証か、一応顔認証も若干セキュリティ低めではあるけどある。こっちに、電源とね、電源と音量ボタンが入ってます。いやでも質感がかなりですね。いやーいいね。比べると縦長かな。じゃあ横幅はそんなに変わんないかな。少し、縦長にはなってるかなと思いますね。こんな感じ。若干縦長。ウルトラはかなりごつい。カメラがね、すごいんだよね。なんで若干ウルトラの方が、こっちがウルトラなんですけども、ウルトラが、ちょっと大きいかな。全体的に。なので 14T Pro の方が、14T Pro の方がですね、かなり低のフィット感だったりとか、あと本体サイズがシンプルに薄いので、使いやすいです。で、カメラ性能は近いものが入ってますので、ここら辺もすごいいいかなと思いました。はい。どうですかね、デザイン、ぜひコメントいただければと思います。でも、他のね、グレーがね、個人的には一番、好みかなって思います。めっちゃいいね。性能についてなんですけども、メディアテックのこのディメンシティ9300プラスというものがね、入ってまして、あんまり聞いたことないかもしれないんですけども、かなり性能的にはね、いいんじゃないかなと思いました。ただ一応このギークベンチで測ってみると、だいたいですね、2000、シングルコアがだいたい2000で、マルチコアが7000ぐらいの、数値にはなるんですけども、これ iPhone16 測ってみたらね、iPhone16 なんかめっちゃ高かったですね。ただ、使った感覚で言うと、ほぼほぼ変わんないかなっていうところではあります。ただですね、例えば、サムスンの、フラグシップであるですね、S24 Ultra とほぼほぼ同じような、スコアでした。シングルスコアとかね、シングルコアとか、マルチコア、スコアですね。だったので、ほぼほぼ同じように考えてもらっていいんじゃないかなっていう。ね、かなり、性能的には高いですよ。ね、S24 Ultra、多分19万ぐらいするんで。あと、アンツベンチマーク、測ってみたんですけども、だいたい160から70万点ぐらい。繰り返すとね、150万点ぐらいに落ちる時もあったんですけども、かなり高いかなという数値でございます。はい。で、比較で一応 iPhone16、こちらも測ってものがあるんですけども、160万ぐらいなので、ほぼほぼアンツベンチマークで測ると、そんなに変わんないだなっていうところはありました。はい。なんでかなり、性能は十分かなって思います。スピーカーですね。原神を、これね、スピーカーからの音なんですけども、音が結構いいです、スピーカーの音は。
かなりいい。で、映像体験もなかなかいいので、ゲームとかもやっぱり全然問題なく、原神とかもね、はい。さすがに長時間すると熱くはなるんですけども、機能的には全然いけるかなっていうところでした。はい。で、今回、14T ウルトラの売りなんですけども、カメラですね、やっぱりね。カメラ性能で、最初に説明したように、ライカっていう、ドイツのね、有名なカメラのメーカーがあるんですけども、こちらと、共同開発したものが入ってるというところで、3つ入ってるんですよね。メインカメラが5000万画素、さっき見てもらった通り、望遠も5000万画素。で、超広角カメラね、レンズもね、5つの焦点距離があるんですけども、なのでちょっとカメラを起動してみます。で、下にですね、こんな感じで1倍、2倍、2.6 倍、5倍っていう感じかな。だいたい 120mm 換算になるのかな、これだと。なので、これで、例えばこう撮ってみると、ちょっとシャッター音がでかいのが、どうしても気になるんですけども、めっちゃ綺麗だ。これ120mm ですかね。はい。ただ望遠性能に関してはちょっとこの14ウルトラの方が、いいかなと思いました。はい。ただ1個気になったのがちょっとポートレートだと、ピントがねちょっと合わないのが僕は気になったかな。これは多分これ貸してもらってるのが試作機なんですよね。なので、若干そこら辺はあるのかなっていう気はしましたが、テレマクロとかはないかな。でもね、望遠で、でも綺麗に撮れるな。でもかなり綺麗に撮れます。この感じで全然撮っても、ポートレートがね、特にめっちゃ良くて。あとこの、ライカのですね、フィルターが使えるので、こんな感じでナチュラルにしたりとかで、撮ることができます。作例的にはね、こんな感じかな。で、もちろん後からいろいろ、透かしを、入れないことももちろんできますし、調整とか、フィルターを後から入れることとかね、結構 AI の機能とかも入ってるので、いろいろありますよ。消しゴムとかボケ感を、なんかすごいな。はい。ここはいろいろできます。で、問題の作例です。はい、例えばこれ、焼肉ですね。さっと撮っただけなんですけども、これでもね、綺麗ですね。解像度と、後ろもね、いい感じにボケてますし、めっちゃ綺麗。さすが5000万画素綺麗だよ。さすがに。で、特に基本的にはやっぱり色味っていうんですかね。これポートレートモードで撮ったやつなんですけども、このね、色味雰囲気がいいんだよ。かなり横ですか 35mm かなこれは。これでいい感じに撮れたと思うんだけど、若干暖色みたいな。暖色寄りにはなるのかな。どっちかっていうと、キリッとしたような印象を受けますね、写真はね。解像度は結構高いんですけども、スーパーマクロとかはね、14ウルトラにあるんですけど、こっちは入ってないんで、でも綺麗だね。いろいろ。この暗い環境でのね、写真がめちゃくちゃ綺麗です、正直。暗いんだけど、なんだろうな、エモい感じに仕上げてくれるというんですかね。はい。で、明るい環境だと、例えば、これが、1倍かな、23mm、46mm。これ同じ場所から撮って、60mm。めっちゃ綺麗だな。はい。120mm なんで、全然違うね、画角の写真がパッて撮れるのが、これね、やっぱいいですよ。めっちゃ綺麗。明るい環境でももちろんね、これ 15mm かな。超広角は若干やっぱり、下がるかなっていう感じはありますね。写真のあれ的には。難しいこの夜間がですね、これだいぶ頑張ってると思いますよ。めっちゃ綺麗。かなり暗い状況で撮ったんですが、光とかがね、スマートフォンのカメラは特にここが飛んじゃったりするんですけども、かなり頑張ってると思います。60mm。さすがに望遠だと、しんどいかなっていうところはあるんですが、ただこのブレるのがちょっとね、ブレるというか、ピントがね、ポートレートモード合わないので気になりましたけど、俺めっちゃ綺麗に撮れてる。ただやっぱ iPhone とかで撮ると、どうしてもね、もっとこことここら辺が死んだ感じになります。はい。これ夜のこれ銀座かな、めっちゃ綺麗。なんかこの質感がいいですよね、全体的な。このお姉さんもいい感じで。パッと撮っただけですからね。やっぱライティングっていうのがな、この光のやっぱ表現っていうのが、非常にいいですよね。白い光がやっぱ飛んだりしないし、で黒は黒でそんなに潰れたりしないっていうのが、で劣化もやっぱりねほぼほぼないというか、めっちゃ綺麗なんだよな。大体やっぱりこの光のところが飛びがちなんですけども、いやーいいですね。であと動画に関しても、マスターシネマっていうのが撮れるんですけども、例えばこれもねちょっとなんていうの、映画っぽく、いいですねこれね。結構色味を、変えることができるので、ちょっと入れとこうかなと、動画でね。はい。かなりねこのシネマチックな感じが簡単にこれ
できちゃうので、ちょっとやってみようかな。まあ、ビデオでもいい、ビデオで、フィルター使うことも、そうなんですよ。この動画でもね、このライカのフィルター使えるのがめちゃめちゃエモくなるんですが、あと、まあ、ラット、めっちゃ綺麗だな。いやー、プロラットとかね、こういうの使っちゃうともう楽しくてたまんないよね。で、シネマティックとこれで、まあ、F 値、ぼかしの、調整とかもできますし、こちらで、フィルターね、スカーレット、朱色、とか、あとまあこのライカの、ナチュラルな感じ、まあ黒っぽくしたりとか、なんかめっちゃね、エモくなりますよ、これ撮ると。そんな感じで。エモすぎんこれ。全然ブレないし。これはエモいよ。これでパッて撮れるのすごくないですか？ちょっと音があれだな。めちゃくちゃエモいよね、これ。あとマイクの音量も意外と良かったりしますね。っていう感じで、まあいろいろね、モードはありますので、まあドキュメントね。まあ、書類をこう取れたりとか、はい、監督モードとか、まあいろいろあるので、ショートビデオ、デュアルビデオとかも面白いですけどね、インカメラと、アウトカメラをこう同時に撮るみたいなことができるので、まあ、ショート、まあ、こういったやっぱ遊び心がね、あるのが、まあ iPhone とかにはない特徴なのかなと思います。はい。で、まあ、Xiaomi のこの OS がですね、HyperOS っていうのが入ってるんですけども、Android ベースではあるんですが、ただ地味にね、使いどころがいいところが、かなり、で、使い勝手は iOS に近いですね。iPhone に、近い感じなんですよね。まあ、簡単にね、気になる機能を見たいかなと思うんですが、例えばフォルダーって、まあ、例えばiPhone とかの場合だと、この状態でいじれないんですけども、フォルダーの形もまあいじれたりするし、このままアクセスできるんですよ。なんで、例えば、このままさっきの押せる iPhone だと例えば一回フォルダーのこう中に入って押すみたいな感じじゃないですかっていうのも、まあ、よく考えられてたりするし、まあ、さっき見た例えばこの囲って検索みたいなのも、まあ、これもいいところですよね。こう長押しするとアンダーバーをで囲って検索でこういう感じで、これ何のアプリかなみたいなとか写真とかをねそのまま、まあ、テキストももちろんいけますこれなんでキセロパープレキシティか、まあ、こういうのが簡単にできてしまうので、非常に囲って検索とか、さっきみたいにジェミに起動したりとかもできますし、あと、ウィジェット上でそのままね、使えるのもよくて、例えば、これね、省電力モードをオンにするとか、ウィジェット上でもうこのまま押したらできるっていうのも、かなりいいところですね。まあ、このブーストみたいなのも、はい、できるんで、ここら辺もね、すごい、いいとこかなと思います。まあ、リアルタイムにこう反映してくれるので、こういったところ結構ね、いいんですよね。まあ、非常にね、まあ、見てもらうと分かるんですけど、かなり iOS というか、近いような仕様になってます。特にまあ感じたのは、この設定画面はね、まあ、ほぼほぼ iPhone みたいな非常にまあ近いんで、まあ、そういった方もですね、まあ、iOS から乗り換えても自然に使いやすいのかなと思いました、僕も。はい。あと、まあ、充電面に関してなんですけども、バッテリー持ちはね、まあ、それなりにいいかな。めちゃくちゃいいかって言われるとね、オンって感じではあるんですけども、まあ、普通に使う分には全然大丈夫かな。まあ、ほぼほぼ iPhone16 とまあそんなに変わんないかなって、まあ、若干落ちるぐらいのイメージ。ただ、この充電スピードに関しては、速いワイヤレス充電とか対応してますので、今回ちょっとね、高速な充電器がなかったんで、だいたいまあ 60W の充電器で、まあ、10分ぐらい充電して、ほぼほぼ死にかけの状態から、まあ、15分ぐらいですかね。で 6% からだいたい15分で 35% ぐらいにはなったので、まあだいたい10分ぐらいで 11% から 34% にはなったので、まあ、1時間ぐらいあればほぼほぼフル充電されるのかなんでね、スピードに関してはだいたい 25W 前後出てました。 USB-C で充電したんですけども、まあまあ充電スピードは iPhone よりはちょっと早いかなっていう気はしましたね。ただまあこれ充電器とかまあ環境によるのかなっていう気はするんで、まあ早いことは早いということで、じゃあ 14T Pro ですね、使ってみて iPhone まあその16との違いみたいなところですね、まあ、特に感じたところをまとめますと、やっぱり圧倒的なカメラ性能ですね。もうカメラがとにかく綺麗っていうのと、まあ、写せる画角みたいなのがとにかく多いので、まあ写真が楽しい、カメラが楽しいっていうのは、特に差が出たのはこの夜間の撮影ですね。夜の光の表現とかがまあ、すごいいいです。綺麗でした。はい、ここは結構圧倒的と言っていいほど違うかなっていうところですね。体験とかが。で、まあ、さっき言ったようにその焦点距離が多いんで楽しいんですよね。
同じ画角から撮ってもやっぱり拡大して撮るのとやっぱりちょっと引いて撮るのとでは全然感じ方が変わるので、はい、これカメラ好きな人は絶対にハマると思います。写真をちょっとこれから撮っていきたいなみたいな人はめっちゃいいんじゃないかなと思います。この 14.2 Pro ね。あとその画面の滑らかさみたいなところは、iPhone16 はやっぱ未だにその 60Hz っていうね、若干カクついたように見えなくもない。個人差あるんでね、なんとも言えないんですけども、なんですが、14T Pro に関しては、最大 144Hz まで対応しているので、その滑らかさみたいなところはどうしてもね、あとやっぱり指紋認証ね、便利です、やっぱり。フェイス ID も便利なんですけども、一発で入れるんで、フェイス ID の場合は一回画面を上げて待つっていうタイミングがあるんですけど、指紋認証だと、画面がついてない状態で手でピッてやってもそのまま入れるんで、そこの便利さみたいなスピーディーさみたいなところはありますね。一応顔認証も入ってるのは入ってます。使えることは使えます。あとGoogle 系のその囲って検索とかは非常に便利ですね。そこはiOS は使えないので、これでも便利です。囲って検索ね。ということで、14T Pro ですね。使ってみて、良かった点と、その気になった点みたいなところもありましたので、まとめたいと思います。良かった点としては、ずっと言ってますけども、カメラ精度ですね。もう撮るのが楽しい。本当に写真の体験が非常にいいんじゃないかなっていうところだったり、カスタマイズ性もありますし、普通に撮る分でも、綺麗に撮れますので、何も考えずに綺麗に撮れちゃうっていうところもあるし、プロ向けのモードも結構入ってるので、あとさっき言ったように、指紋認証ね、楽ですね。パッて。で、結構早い。で、一応14ウルトラも指紋認証なんですけども、一応速度を比較した感じはほぼほぼ一緒でした。なので、同じようなものが入ってるんじゃないかなと思うんで、すごい、フラグシップ級というかね、非常に使いやすい指紋認証。で、画面のフィルムも最初からついてるんで。はい、そこら辺も安心です。と、あとフェリカ対応してますので、お財布携帯使えるんですよ。これは大きいと思います。正直ですし、普段使いするならやっぱどうしてもね、やっぱこの画面サイズの割にかなり持ちやすいなっていう印象は。あとなんだろうな、このちょうどいいのかな。で、重さも、ちょっと大きめなスマホの割にはね、全然重さを感じないんですよね。多分薄いからかわかんないんですけど。かなり普段使いいいよねっていう感じ。14ウルトラはちょっとやっぱ重いんですよ。カメラはめっちゃいいんですけど、シャオミのね。なので、非常にこれ普段使いしやすいと思いました。で、あとデザイン性が高いっていうところに関しても結構気に入っております。このデザイン的には割とミニマルな感じではあるので、グレーとかは、結構気に入りましたかね。チタングレーがね、これ実際に発表会の時見させていただいたんですけども、いや、いいです。はい。でもブラックはブラックで結構いいなって思った。とはいえ気になった点あるんですかっていうところなんですけども、正直ね、そんなになかったです。割とね、探して考えてみたんですけど、あんまりないんだよね。なんですが、ただポートレートモードのこの望遠ですね。これちょっとピントが甘いんで、どうにかしてほしいなって思いました。これちょっと致命的ではないけど、これ多分でも試作機なんで、そこの不良の可能性はあるんで、はい。一応ね、もしかしたらっていうのは僕が使ってみてありました。で、あとやっぱり、特にやっぱ iPhone とかの違いでは、やっぱりケースとかはどうしてもね、少ないんですよね。ただ一応 Amazon で探してみた感じ、いくつかはありました。何種類かは。ただ保護フィルムとか基本ね、Xiaomi のものとかは貼られてくるので、そこは非常にいいですよ。開けた瞬間すぐ使えるみたいな感じなんで、そこら辺はいいかなと思うんですが、どうしても、カスタマイズ性って意味では、これどうしてもね、iPhone とかね、他の、Galaxy とかの方がすごいあるのかなとは思います。で、公式でちょっと出してくれたら嬉しいなっていう。はい。でもそんなもんかなって思いましたね、正直。あんまりそんなに不満に思うようなポイントもそこまでなかったかなって思います。で、気になるお値段でございますよ。お値段が、なんとですね、Xiaomi 14 14T Pro か、が 256GB からですよ、容量で109,800円。これはかなり安いと思います。性能的にはもうほぼほぼフラグシップみたいな、S24 ウルトラと、そんな変わんなかったんで、使ってみてもかなりサクサク感を感じました。別にその iPhone16 と比べて全然遜色なかったんで、はい。で、512GB が119,800円ということになってますので、動画とか撮る方は1万円しか変わんないんでね、そう考えると非常にお得かなと思います。で、一応 iPhone16 が比較で、話すと、容量が半分なんですよ。128で124,800円。でも2万差だったらちょっとなっていう感じは確かにあります。だけど、256換算ですと3万円違うんで、このぐらい値段が変わってくるとちょっとオレオレっていう感じではありますね。で、16 Pro と
例えば比べると、まあ、中身的にはほぼね iPhone 16 Pro と変わんないような感じはするので、16万かな、ほぼね16、まあ、256で換算すると17万しますので、はいなんでまあ7万ぐらい違うのかな、6万5千か。そう考えるとね、めちゃくちゃやっぱコスパがいいなというか、実際17万ぐらいの価値はあるかなって思いました。フラグシップ級だし。なんで、これでも9万9800円とかだったら、最高でしたね。うん。まあでも10万9800円で安いな。でもこれは正直安いと思います。めちゃめちゃ。かなり価格は頑張って、まあしかもフェリカも入ってるんで。まあこれはすごいなっていうところで、一応まあなんでおすすめな人どんな方かなっていう、まあちょっと考えたんですが、まあ特に iPhone に例えば最近ちょっと飽きてきたなみたいな、 iPhone なんか納資で買ってるな毎年みたいな、毎年は買わなくてもいいけど納資で買ってるなみたいな人は、これ結構使い勝手似てるんですよ。このハイパー OS っていうのがさっき見てもらった通り、コントロールセンターとかだったりとか、本当に遜色なく使えると思うんで、まあ、そこら辺はいいなと思いました。あとまあ高級感ももちろんありつつ、コストパフォーマンスの高いスマートフォンを探している方は非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあどうしてもやっぱ価格を下げると Android スマートフォンのイメージ的にね、まあ、ちょっとガジェットっぽい感じとかオタク感の感じとかさ、まあいいデザインのものがなかなかこう、まあ、最近結構ね、かなり多いですけども、意外とミニマルなデザインのねそんなにないような気がするんですよね結構いろいろ見てますけど、なので、まあすごいシンプルなデザインではあるんだけど高級感ね結構あるんですよ。触ってみた感じが、まあアルミ合金がそもそも使われてるんで、そんなにiPhone とかで遜色ないようなクオリティだと思うので、やっぱり性能は全然いいので、コストパフォーマンスの良いこのスマートフォンを探してますよっていう方はかなりいいんじゃない、結構おすすめできます。はい。でもちろんAndroid からの買い替えですよね。はい。まあちょっとクシーって書いてあるけど、いや別にいいんですよ。別にクシー嫌いなわけじゃないんですけども、コストパフォーマンスで意味で言うとすごいこのシャオミの特に14 Pro に関しては非常にいいかなと思いますので、まあ、性能的にはねほぼほぼFF ウルトラとかと変わらないんで、まあね18万ぐらいするんで、18万とか19万とかねって考えるとめっちゃいいなって思いますね。容量もまあ256あるんでっていうところでございました。皆さんどうですか？ぜひiPhone 以外のまあその選択肢、 iPhone もいいんですけどとか、まあイヤフシン以外とかの選択肢として結構まあいいかなと思ったので、ちょっと紹介してみました。ぜひね感想というかコメントみたいなのいただければと思います。こういったのもねあればぜひ提案してもらえればと思いますので、あと質問とかもぜひねお待ちしております。で、まあ、一応あとiPhone のねレビューとかもやっておりますので、気になる方はねぜひチェックしてもらえばなと思います。なのでこの動画少しでも役に立ったなと思ったらぜひ高評価と、チャンネル登録お願いいたします。またいろんな製品紹介していきますので、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日お過ごしください。じゃあまたね。いやー、ほんとね、これ結構いいよ、本当に正直。いやー、使いやすい。14ウルトラは、14ウルトラもめっちゃいいんですよ。いいんだけど、ちょっと普段使いできるか、まあ、これは正直ちょっと変態スマホみたいな感じなんですよ。めっちゃいいんだけど、カメラめっちゃ綺麗なんだけど。なんですが、この14 Pro に関しては、めっちゃ使いやすいんで、いやーこれいいねはい。でまあこれ、カメラキットとかもあるし、会場行った時にもこのライトもねめっちゃいいんですよ。これ3000円ぐらいかな。でもこのめっちゃシンプルなやつ、ここ取れて、で懐中電灯になるんですよ。でUSB-C で充電できます。取れるっていうのと、あとマウントがねもう一個あって、ここにつけるともう一個あるんですよ。ちょっとどっか行っちゃったけど、つけるとあとこのクリップみたいなのもついてて、普通につけることもできたりとか、これねすごい意外と充電持ちもいい。でこれタップすればちょっと長押しかな、長押しで色も変えれます。これね、こういう製品が結構いっぱいあるんで面白いんですよね。スマートバンドもね持ってますし、結構面白いんですよ、シャオミ。はい。いやいいですね。ちょっとかな普通にいいんだよな。シャオミの15も楽しみだなでね、これね。